今回は線路の塗装を行います。詳しい内容としては塗装機材の紹介と枕木の塗装、レールの塗装ということでお送りしたいと思います。野井田隆の動画ではカードモデルの製作に役立つテクニックや道具などをご紹介したり、気になるキットのレビューや製作をしていきますので、ぜひチャンネル登録をして新たな情報をゲットしてください。それでは塗装の機材のご紹介をしていきたいと思います。今回の線路の塗装をするにあたって、今まで金属部品などは全部筆塗りでやっていたんですけれども、今回はエアブラシを導入してやってみようということで、全く知識がないので何がいいのか調べてたんですが、レイウッドさんの動画を拝見して、プロフィックスのシリーズですねをご紹介されてたので、ちょっとこちらでやってみようということでいくつか購入しました。充電式のエアブラシですね、 TR02 Pro ですね。今回は出番がなかったんですけれども、ハンドピースの清掃をしている時に充電が切れてしまうと心配だなと思ったので、やはり据え置き型が欲しいなと思ってしまいまして、続いてはこちらですね、レトロコンプ V2 ですね。コンプレッサーとタンクが一体型になったモデルですね。今回の塗装は全てこちらのコンプレッサーを使用して塗っています。圧力の調整も割と幅広くできるので、カードモデルだけじゃなくてプラモデルの方ですね、こちらにも手を出してもいいのかなとちょっと今思っていたりします。それでは電源を入れて動作音を聞いていただこうと思います。コンプレッサーを使用するのが初めてなので、イメージとしてもう少し大きい音がするのかなと思ってたんですが、そこまで大きい音はしないんだなっていう印象ですね。我が家は一軒家なので、近所に迷惑がかかったりとか、家族に迷惑がかかるような音量ではないですね。続いては塗装ブースですね。ニトロブース450ということで、小さい方のタイプですね。こちらの組み立てをご覧いただこうと思います。指で回すタイプのネジが付属してますので、特に工具などは必要なくて組み立てられますね。こちらは LED のライトですね。磁石で取り付けるタイプになっています。こちらは背面のパネルになりますね。LED のライトの配線をここから出して、最後にファンを取り付けて終了ですね。それでは電源を入れて動作音の方を聞いていただこうと思います。吸い込む力をダイヤルで調整しますけれども、もうマックスにするとかなり強いので、使用するときはだいたい12時から1時ぐらいのところ
ですかね。マックスに近づくほど音は大きくなるんですけれども、吸引力は素晴らしいので、塗装ブースとしてはそちらの方が大切かなと思いますね。続いてはハンドピースのご紹介です。メタリック用とそれ以外用ということで2つ用意しています。土台の製作ということで、線路の下にバラストの盛り上がりが多少あると思うので、その部分を表現するためにスタイロフォームの2センチ厚のものですね、こちらを用意しました。キットの線路の土台の幅より少し広めに取ってスタイロフォームをカットしていきます。続いては枕木を塗装していきます。まずはサーフェーサーを吹いています。枕木の部分をヤスリがけしてあるんですけれども、素材が結構毛羽立ちが激しい素材なので、一回サーフェーサーを吹いてちょっと表面の毛羽をヤスリで落として、それから塗装をしてみたいと思います。このザラザラしている部分をヤスリで落としていきます。それでは枕木を塗装していきます。色は水性ホビーカラーのマホガニーと薄茶色ですね。こちらを1対1で混ぜたものになっています。こちらが乾燥した時の色ですね。最終的に汚しを入れたとしても少し明るすぎたかなと思ったので、レッドブラウンの方で上から改めて塗装しました。続いてはレールですね。こちらもグレーのサーフェイサーを吹いていきます。レールの方はマホガニーで塗装をしていきます。こちらが乾燥させた時の色味ですね。こちらも少し赤みが足りないかなと思ったので、レッドブラウンの方で上から塗り直しています。続いてはレールの表面は車輪と擦れることで鉄の色が見えていると思うので、焼き鉄色ですね、こちらを吹いていきますのでマスキングをしていきます。
レールの表面に焼き鉄色を吹いたところですね、マスキングを剥がしていきたいと思います。鉄の色が落ち着きすぎてるかなと思ったので、上からシルバーを塗ってみます。こちらの方が色の違いがはっきりしているので、模型として分かりやすいかなと思いますね。今回はこちらで完成になります。エアブラシを使って初めて塗装をしてみたんですけれども、線路っぽい感じになってきたのではないかなと思います。次回は土台のスタイロフォームを接着したり、あとはバラストですね、こちらの方を巻いていく工程をお送りしたいと思います。ぬいだたかしの動画ではカードモデルの制作に役立つテクニックや道具などをご紹介したり、気になるキットのレビューや制作をしていきますので、ぜひチャンネル登録をして新たな情報をゲットしてください。今回の動画の感想や質問などコメントもぜひお待ちしております。X や Instagram、Facebook のリンクも概要欄の方に載せてますので、そちらからフォローしていただけると嬉しいです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画を楽しんでいただけたら、ぜひスーパーサンクスで応援していただけると嬉しいです。新たな企画や動画制作に使わせていただきます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。